約40種類のメニューが並ぶ朝食ビュッフェがあるホテルがすごい。駅目の前の東京旅行や出張におすすめのビジネスホテルをご紹介。皆さん、こんにちは。ホテル評論家の滝沢です。今日もホテルにやってまいりました。都心は秋葉原。さあ、どんなホテルか楽しみなんですが、なんと今日は心強いパートナーがいます。肉野浩二肉代さんです。はい、滝沢さん。こんにちは。どうも。ニューレディの肉野浩二肉代だよ。ここ、最高の場所だと思いません？そう。秋葉原の駅からもうほんと1分で来れますね。もうホテルは立地が大事だと。駅地下最強ということで。そうですよね。なんといってもですね、羽田空港からも、30分ぐらいで来れるのかな、ここ。そうかそうか。東京駅から多分5分ですよね。めちゃくちゃ便利な場所で、やはり外国人の方もたくさん見かけるんですが、考えてみれば秋葉原自体がもうホットな。そうね、日本のね、インバウンドの代表的な街ですもんね。買い物したいですしね。これ肉代さん、ホテルで朝食って召し上がられます？昔は本当にマストだったんですけども、最近はフードファイター魂みたいなのが出てしまって光るようにしてたんです。肉代さんね、もうその魂がですね、多分こちらのホテル、ふつと湧いてくるはずです。ぜひご案内したいなと思います。では早速、館内の方に行きましょう。さあ、着きました。来ました。ここの先がフロントなんですが、3階なんですね。ちょっとスタイリッシュで。そうですね。本当だ、現代風。ここにちょっと見慣れない機会があるんですが、私でもね、これ知ってるよ。新宿のワシントンには結構泊まっていて、結構これ操作しやすいですけどね。自動チェックインが、これチェックインができると。どうしてもチェックイン並んだりとかですね、してしまうんで、フロント、レセプションカウンターでもできて、こちらでもできるととてもいいかなと思いますね。そうですね。で、こちらですね、アメニティバーですね。アメニティバーね。さまざまなアメニティが揃っていて、ここから客室に持っていくということで、やはり環境問題考えてもですね、自分の使う分だけピックアップしていくというのは大事かなというふうに思いますね。わかる。でも冬場は乾燥するから1個じゃ足んないからちょっと欲張って取っちゃうかもしれないんだけど、取りすぎには注意っていうことで。肉代さんならではのいいんじゃないでしょうか。あとこれは何ですか？こちらですね、そう、ティーパック。お茶ですね。別にすごい際どいパンツとかじゃなくて、お茶を飲むやつですね。さあ、こちらのですね、奥に行きますと、こちら両替機も、やっぱりね。じゃあこれはもうインバウンドの方を止める際にも。そうですね。やっぱり訪日外国人旅行者対応ということで置いてあるということですね。で、こちらですね、やはり嬉しいコインランドリー。コインランドリーなんですね。じゃあ洗濯物があってもね、旅行者の方も。そうですね。で、長期滞在でもすごく便利だなというふうに感じますね。さあ、客室が気になるところなんですが、どんな客室だろうかということで、早速ご案内をしたいと思います。案内してくれるの？さあ、客室にやってまいりました。こちらスタンダードシングルルームなんですが、シングルルームに2人きり？失礼します。まずですね、奥の方に行きますと、滝沢的に非常にポイントがたくさん詰まってまして。どういうところですか？テレビですね。これ壁掛けテレビというかですね。で、こちらのテレビがですね、ボーンと置かれていると、結構スペース的に取ってしまうんで。で、こちらですね、全室フリー Wi-Fi なので、ネットも無料で利用できます。さらにですね、空気清浄機も全室備え付けられているので、室内の空気もいつでも綺麗です。あとはこのデスクなんですけど、シンプルなデスクではあるんですが、デスクチェアですね。ホテルのデスクチェアって、かっこつけて肘掛けつき多いんですよ。これね、肘掛けないとスムーズにね、座ったりできたりするんで。確かにそうかもしれない。結構しっかりクッションもあるやつで、革張りで硬い椅子多いですよね。そうですね。あとなんかちゃんと隠してあってね、生活感がないように冷蔵庫なんかも。冷蔵庫もちゃんと。いいですね。で、結構感心しちゃったのは、何よりちょっと見た目じゃわかんないんですけど、このマットレスが優れもので。マットレス、あれどんな優れ方をしてるの？高級ホテルではよく聞くんですけど、反発はすごいわよね。
はい、スランバーランドというスランバーランド、はい、英国王室御用達の英国王室御用達マットレスでございます。どんな特徴があるんですか、スランバーランドは。ですね、マットレスっていろんなパターンがあって、硬いのもありますし、柔らかいのもありますが、大事だなと思うのは、程よいホールド感というか、ホールド感ね。クッションあるんだけども、ちゃんと体をホールドしてくれるという。で、沈みすぎないってことか。おっしゃる通りですね。もうぜひもうこうなったらもうね、感触を確かめていただければ。お邪魔します。よいしょ。あ、すごい。吸収されるっていうか包み込まれるような感じでした。今私が着地しただけでも、いいですね。肉代さん結構身長が高いですけど、180ぐらい。うわ、多分横になっても十分な横になってもいいんですか。どうぞどうぞ。私結構ね、足がね飛び出るから斜めに寝るとかっていうことが多いんですけども、ぴったり収まりました。収まりました。肉代さんがベッドで寝てる、なんかいい絵ですね。というわけで、お風呂入んないの？はい。バスルーム。いや、他のところでお風呂入ってたから、あれ今日も入るのかなと思って。バスルーム行っちゃいます？バスルーム見たいですよ。そうですか。バスルームですね。はい。もうユニットバスなんですけど、はい。広々したユニットバス。すごい十分な広さがある。そうです。バスタブ広いんですよ。アメニティもですね、ポーラの。ポーラ。はい。いいですね。揃ってますね。ちゃんとラベルを前に向いて全部置いてあったりとか、見た目もやっぱり大事で、清掃を見るとホテルがわかるんで。さあ、ホテルといえば朝食。楽しみですね。ここが朝食会場なんですね。こちらが朝食会場ですか？ここで感動しちゃうのが、まずこの明るい会場なんです。明るいです。でね、ここからしか見れない角度というか、この秋葉原丸ごとここにありますみたいな。今の秋葉原って感じですね。そうですね。さあ、そんな会場で食べられる朝食が、また素晴らしいビュッフェなんですね。コンパクトな会場なんだけど、ギュギューッと詰まってます。確かにコンパクトではあるけども、もうビジネスホテル、こういうホテル朝食、さまざまなホテルありますけども、もうベーシックなあるものがちゃんと揃ってると。で、こちらですね、ご飯。ここにセットして押すと、ポーンとご飯が落ちてくる。今自分で予想はないんだ。で、このご飯の横に順番も考えておいてあるんですかね。秋葉原ワシントンホテルのある種メインとも言えるスパイシーカレーです。カレー？やはりホテルにとってカレーというのは非常に香りもあるということですね。なるほど。さあ、それでですね、このワシントンホテルといえば、このワシンドンという。ワシントンとワシントン、かけてるの？ここにイクラが乗っているからこれで終わりじゃない。ちゃんとイクラもドドーン。追いイクラができるんだ。追いイクラができます。あら、これなんかちょっと今コスト考えるとこれ太っ腹なね。太っ腹ですね。で、こちらに移動すると、和食の定番のおかずなんかもあるんですが、ですね、お野菜が15種類ぐらい大体。どうしよう、美人になっちゃう、これ全部食べたら。もっと美人になっちゃったらどうしよう。全人類の男性がね、求婚してくるんじゃないかと思って。本当に恐ろしいですけども。で、もう調味料ばっちり揃ってるんですが。ドレッシングとかありますね。サラダ用ビネガーも。もうビネガー大好き。これがまた僕すごいと思うのは、意外にホテルビュッフェあるんで、調味料がね、バラバラに置いてあるからですよ、結構。ここに置くことで、全部この中から選べるというビジュアル。これがまた素晴らしいですよ。で、サインを整めさすのが、なんとローストビーフで。ちょっと待って。いいの？いや、ローストビーフあるとこ結構高級なところに限られてるんですよ。しかも朝からやってくれるとこってそんなに多くない。私なんかビュッフェにローストビーフがあるかないかでホテル決めたりすることもありましたよ、昔。この肉厚な。本当ですよね。横から見ると。わかりますよ。熱いですよね。もちろんパンもございますと。パンね、嬉しい。クロワッサン、ちっちゃいとね、いろんな種類食べれるからいいですよね。でもちろんデザートもあるんですが、意外にですね、こういったコンパクトなホテルのサイズのあると、フルーツない場合に結構あってですね。でも最近果物高いですね。ここだけでいくらだよっていう。ありがたい。ありがたいですね。わけでぐるっと見ましたが、
もう相当お腹を空かれてるんで。お腹空いてきちゃった。すごく。もう思いっきり食べましょう。はい。じゃあピックアップします。何ですかこれは。実演メニューに高級ホテルのお箱だったものがこうした宿泊に特化したホテルでも見られるというのは贅沢な話ですね。あら、じゃあこれオムレツ作っていただけますか。はい。あ、そういうタイプのオムレツなんだ。なんか外国のってなんかこう具材入れてやるんだけど、これはシンプルなオムレツでこのかけるんですね。あ、早い。もうできちゃうじゃん。ありがとうございます。うわ、私どれだけ卵好きなんだろう。はい。さあ持ってまいりましたが、もう美味しそうでいい香りが本当に美味しそう。お腹ペコペコです。ああ、もうね、ペコペコペコリーノって。ペコリーノです。私も、はい、早速いただきましょう。はい、これ実はソーセージでホテルの朝食がちょっと分かって。あ、ポーク。ちゃんとシャクシャクで、パリッパリッ。美味しい。皮がね。まず私はこのワシン丼をなんとか形にして食べ始めたいと思いますけども、そもそもは仙台のワシントンホテルで考えられてされてる。エロい。ここに追いイクラもできるっていうことでね。あー、すごい。朝からこれどうしよう。話出ちゃうかも。まずはこれが気になってたんでね。はい、いただきます。あら、どうですかお味は。しらすがすごいね。いきなりしらすかよって感じなんですけどもちろんいくらも美味しいんですけども、しらすがすごいふわふわで美味しい。確かに混ざった方が美味しいです。美味しいですか。朝食べたらすごい元気になっちゃうと思う。私はじゃあカレーをいただきます。さっき話題になってたカレーだ。はい、こちらスパイシーなカレーということで、はい、どうでしょうか。おお、ちょっとこれ冗談抜きに辛いです。あ、辛いんだ。想定以上にこれは辛い。じゃあそれだけスパイスをふんだんに使ってる感じで。でも朝からすごいパッとこう目が覚めますよね。パッチリ。私カレーは辛い方が好きだから。あら、辛い、うまい。取ってこようかな私。あ、ぜひぜひちょっと食べましょうよ。美味しい。あ、そうなんだ。あ、でも私もまずはこれね、目の前のものを片付けてからちょっといろいろ。これね、止まんないですよ。あ、本当に。辛い、うまい、止まらないってやつですね。あら。あったかいうちにオムレツ食べていいですか。オムレツもいただきますよ。なんかシンプルだけどちょうどいい硬さに仕上がってくれて美味しいですよ。ふわふわで、外はちゃんとしっかりと固定されてるんだけども、中はほんとふわふわでバターの香りがして美味しい。福尾さんオムレツ似合いますね。食べてる姿がなんかビジュアルがね、卵の化身みたいなもん。もういただいてみます。あ、なんですかこれ。あ、ローストビーフ。柔らかいね。分厚いんだけどもちゃんと柔らかい。美味しい。次、こっちの肉をね、はい。見てください。本当に熱いんです。火入れがいい。もうさっぱりしてるから朝食べても全然こう胃もたれしない。ああ、そうですね。分厚いんだけどもちゃんと柔らかい。美味しい。なんかご飯の上に乗せたくなりますね。ローストビーフ。ああ、ローストビーフ丼ね。そんなに贅沢したらなんかね、蔵が潰れちゃうような気がする。美味しかった。あっという間に完食です。はい。ちょっと私カレー取ってみますね。すごい朝食美味しかったです。いや、お腹いっぱいになってしまいましたね。もう満腹でございますよ。このお部屋、値段結局いくらなんですか？お部屋ですとですね、14,000円から、変動もしますが、最高の立地でいいサービスもあるので、ぜひ泊まってみてください。割と私はリーズナブル。そうですね。ましたね。
とはいえまだここの部屋だけではありません。ホテルコンセプトルームがありまして、鉄道の部屋とかパンダの部屋とかですね。ぜひそこもご紹介したいんで行きましょう。楽しみ。